朝日はよく神聖の希望に例えられる。昇り沈む太陽の動きに終わりはないと知りながら、人々は光への期待を抱いて夜を迎える。だからこそ、長い影によって時のメモリが隠されてしまったら、誰かが代わりに光を背負い、暗闇の中を歩かなければならない。始まりから終わりに向かい、再び太陽が昇るまで。しかし、終点にたどり着き、来た道を振り返ったら、彼女の目には一体何が映るのだろう。本来なら越えられない沿岸帯に波動が。全速前進。今が内部に突入する唯一のチャンスだよ。でもラハラ様が持ちこたえられるか。ナナ、一体何をしてるの？またこの夢。メッセージ？誰だろう？少しの間だけですが、先ほどナハラ様が意識を取り戻しました。一緒に彼女に会いに行きませんかと誘いに来たんですが、姫様ったらドアも閉めず机に突っ伏して寝ていましたよ。よほど疲れてたんですね。ベッドに運ぶの結構大変だったんですよ。苦労した私のためにもいい夢を見てください。もし夢見が悪かったとしても気にしなくて大丈夫です。少なくとも現実はちょっとずつ良くなってきてるんですから。そうそう、聞いてくださいよ。ナハラ様ったら目を覚ましたら真っ先に食べ物を探しに行ったんです。まあ小さなケーキを一切れ食べたぐらいでまたすぐ寝ちゃったんですけど、沿岸帯を突破してから今日でもう10日目です。あの日の出来事はいくら悔やんでも変えられません。今はただ前を向いて私たちが選んだあの星を目指すしかないんです。一緒に高校を始めてからもう結構経つのに、エルシー先輩の目に映る私はいつまでも手のかかる後輩みたい。でも確かにさっきのはここ数日の間に起きた二つ目のいい知らせだね。一つ目はみんなが観測してくれた通りだったこと。沿岸帯を突破した私たちは今までの旅の中で唯一出会えた平和な生計にたどり着いた。もしそれが瀕死になるような行為をナナに強いた結果じゃなかったらもっと良かったんだけどな。展望室に行ってみよう。うーん。なんだか誰かに見られてる。リトスト？すまない。驚かせてしまったようだな。今のはどっちかっていうと私が勝手にびっくりしただけ。あ、リトストはナナが起きた時に話せた？どんな感じだったの？食べられそうなものを全部持ってくるよう頼まれた。なければ今すぐ何かを作れと。だがせっかく作った料理を運んでやったというのに、あいつはケーキ一切れで十分だと言いながら満足そうに目を閉じたのだ。
じゃあその料理はどうなったの？つい先ほど完食したばかりだ。私がな。まあ本当に変わらないね、ナナとリトスとは。でもエルシー先輩の言う通りだ。夢の中で何が起きても少なくとも現実はちょっとずつ良くなってきてる。今みたいにね。やり直すチャンスはラカダを離れた時に広い星空に捨てちゃった。もし運命がそんな私たちをこの星系へと導いたなら、ここで何かを形にできるのかな。ビンスの推測によると、この星系で私たちに一番近い惑星は中でも一番健全で一番生きるのに適した生態圏を持ってる。それにその惑星で一番大きな衛星が呼びかけるように点滅してる。まるで自分が守る惑星には可能性が存在するよって伝えてるみたいにね。私たちが生きていくために必要な可能性。私たちが明日を迎えられるっていう可能性が。でももう先住民とかがいたりして、もしそうだったら勝手にやってきた招かれざる客を受け入れてくれるかな。わがままを言えばちょっとずつでいいから私たちを好きになってくれますように。そしてもしそこにまだ何の命も生まれてなかったら、新しい家として私たちが末永く大切に守ってくよ。この星がラカダ神話で語られる祝福の地ラクみたいに全ての人たちを守ってくれるって信じてる。もしかしたらこんな風に挨拶することも許してくれちゃったりして。名残惜しくもあるけど、いつの間にか私たちの旅は一段落したみたいだね。時間が経つのって想像よりずっと早かったけど、幸いにも落星での建設は順調に進んでる。あそこが豊かな土地になるといいな。そうしたら数年後には直接土地に降り立ってラカダのテクノロジーを使って都市を築けるかも。その都市にはすっごく賑やかな商店街や自然豊かな街があるの。それに考え事にぴったりな静かな図書館があったり、市民全体で盛り上がれるようなイベントがたくさん開催されたりするんだ。私たちが頑張れば住民の一人一人が毎日楽しく過ごせるようになる。きっと私たちならやれるよね。姫様、早くこっちへ。今行くよ。姫様、改良した生体再構築マシン、前より長く稼働させられるようになったっす。本来なら1週間前に部品交換が必要だったんすよ。それってつまりウェルが前に考えてくれたエコドームもついに実行段階に移せるってこと？
それなんすけど、エコドームの役割は都市一つ分の生態系の維持っすから、工期はもちろんのこと、建設に必要な資源を考えるだけでもそう簡単には。だから当面は万が一に備えて十分な数の生態再構築マシンの備蓄に努めた方がいいっす。そっか。何の匂いかな。カラフルいちごグミフライ、グアバニとマングローブのケーキ、ゴールデンプリンプリンゼリー、あと命名。ストップ。私がどうやっても復唱できないような名前を口にする前に、まずは原石塩を取ってくれません？こんな塩、味の美学に合わないから嫌だって言ってなかった？美学は美学、生活は生活ですよ。また私にそう言わせるために聞くんだから。旅によくある不可解な症状を全部消してくれるっていう効果がなかったら、こんな塩なんて絶対に食べません。それに姫様がいつも美味しそうに食べるから、私らもちょっとだけそう感じられるんですよ。どんなに苦しい時でも楽しみを見つけられるって、姫様のそういうところ本当にすごいなって思います。苦しいからこそ楽しんでるの。楽しいことっていくらでもあるからね。そういえば拠点から1日分くらい進んだ場所にデータにない植物が生えてるみたいなの、ウォッチャーが見つけてくれたんだ。姫様、まさかせっかくの休みなのにまた出かけるつもりですか？それが私の休み方なの。明日よかったらミヤも一緒に行かない？明日ですか？明日は拠点のメンテナンスの当番になってるんです。そうなんだ。大丈夫だよ。私一人でも行けるから。あれ？ジェインだけ？エルシー先輩は？なんかここ最近あんまり眠れてないみたい。ずっと遠征隊のことを気にしてて。そんなに心配しなくていいのに。全員に最先端の武器を持たせてるし、フリッツじいさんまでついていってるんだから。それにもし彼らの身に何かが起きてたら、今こうしてのんきに話せるわけないのにね。フリッツおじいさんも一緒に行ってるの？さあ、フリッツじいさん、ナツ、ヒューにカルロッタ、クーラまで。ほら、プロチームみたいなメンバーでしょ。確かに。そんなことより1週間後の上陸記念祝いのテーマを考えてくれた方が助かるよ。今回は私が企画を担当してるんだけど、いいアイディアは過去の記念日でもうほとんど使っちゃってるから。ここで過ごした年数をテーマにしてみたら？で、その数字を中心にイベントを考えるとか。例えば、甘い。そのアイディア今まで誰も考えてないって思った？姫様は無産の箱にこもりすぎ。怪しいものをいじってばっかりいないで、もっと外に出ようよ。拠点は安全なんだから気楽に行こう。君もそう思うよね、おちびちゃん。その子は。こいつを引き取ってから結構長く一緒にいたのに、ちょっと大きくなっただけでわからなくなっちゃったの。ジェインの言う通りだね。もっと外に出なくちゃ。そうすればこの子がわからなくなるなんてこと絶対になかったのにな。
エントロピー。もう白状者。姫様が無産の箱にこもってる間、一番長く一緒にいてあげたのは私でしょ。姫様に会った途端にそっちに夢中だなんてひどくない？っていうか、姫様が一旦無産の箱から出てきたことまだ教えてなかったね。一体どこで知ったの？突然影みたいに背後から飛び出してくるんだから。匂い、セノリアは違う。匂い？ははー、なるほどね。納得したよ。どんなに友達と一緒に遊ぶのが大好きでも、やっぱりママが一番だよね。ちょっと、何一人で納得してるの？だってこの子を最初に見つけて救い出したのは間違いなく姫様でしょ。誰にでもできることじゃないんだから。そうだけど、さすがに私のことをエントロピーに、ママって呼ばせるのは。私、エントロピーがこんなに懐いてくれてすごく嬉しいの。でもあなたの名前はみんなで一緒に考えたでしょ。だから強いて言うならジェインもあなたのママだよ。あー、また姫様がズルしようとしてる。あなたが先に冗談を言ったんじゃない。それでエントロピーは姫様に何の用？これ持ってきた。これって私の開拓手帳？しばらくナナに会えてないけど、ちゃんと回復してるかな。体調が悪かったら食欲も湧かないから心配ないと思うよ。どっちかといえばゼリーか何かと間違えてナハラ様がエントロピーをペロッと飲み込んじゃいそうで、そっちの方が心配かも。まあエントロピーの味が気にならないって言ったら嘘になるけどね。もうそれ以上からかったら悪いママだって思われちゃうよ。まさかこんなにいい子が私を嫌うわけないじゃない。何かしたとしても一緒にいるとき私の腕の中に潜り込むくらいだよね。まったくそういう自慢は心の中だけにしてくれる？とにかくナナの白いゼリー誤食事件の発生を防ぐためには私からしっかり言い聞かせておく必要があると思うの。エントロピー、彼女の居場所を知ってる？こっち。これはずっと胸騒ぎがこの隙間のせいかな。ダメみたい。後でみんなに聞いてみよう。前方の敵は久しぶりナナ。ここで会うなんて珍しいね。てっきりベッドでドローっとして私が布団を引き剥がすまで起きないかと思ってたよ。そんな元気のない姿を見せると皆に心配されるからな。君も見てみるといい。皆が星船を中心に拠点を作り時折外を探索している。開拓の進捗は計画より少し遅れているが何事もなく進んでいること自体が幸いだと言えるだろう。それに私もだいぶ回復している。そんなこと言うなんて。
なんだかナナらしくないね。まさかまた変なものでも食べちゃったの？心外だな。竜は変なものなど口にしない。ナナ、拠点の近くで光る紫色の隙間を見なかった？いや、じゃあ私と一緒に見に行かない？光るんだよ。光る？それがどうした？光るものに対してナナがあんな態度を見せるはずない。ナナ、一体。我らも同じように学生で10年を経た我ら再度普及を得てこそ無人に勝てる。いい景色。親愛なる仲間たち、もう少し辛抱して。何しろ今回は神様まで巻き込んでいるのよ。未だに夢追い人と連絡が取れないのに、あなたみたいにのんびりできるわけないでしょ。コラリー、2人でもう一回試してみよう。システムに強制アクセスするんだ。アインシュタインですらお手上げなんだよ。いや、もしかしたら彼女が学者肌すぎるせいかも。機械は再起動や再接続を繰り返したり蹴ったりすることで治る時がある。別に試しても損しないよね。これ以上の無茶は見過ごせないわ。実際残念だが観測とテストを経た結果、僕もテスラ博士もこの結論を出さざるを得なかった。地球人に外部からシステムにアクセスする手段はないとね。それだけじゃない。さっきの身体検査の結果を見させてもらったよ。あなたたち今はしっかり休んで今後の再アクセスに備えて。今後の再アクセスですか？あなたたちは最初の火星探索小隊のメンバーとして強い信念を持って素晴らしい活躍を見せてくれた。そんなあなたたちが友達を助けようとしてるのに理不尽な理由で邪魔したら先輩失格になっちゃうでしょ。やったとはいえ火星の量子コンピューターの状況は深刻化する一方ね。とりあえずシステムが暴走した経緯をもう一度整理しましょう。どこから話せばいいのか。先輩たちがシステムの中を観測できなくなったのはどこらへん？もちろんコラリーが危うくナハラの一撃を受けそうになったところ。待って待って、いきなりそんな恥ずかしく。詳しく話してくれた方がみんなのためになるよ。そうだね。詳しく言うとシステム内部を観測できなくなったのはレイラが直接ナハラを操って私を殺そうとしたタイミングと一致してるはず。安心してください。今から問題の元凶を解決しますから。ゼーレ隊長、俺やっぱり少し緊張しちゃって。今じゃもう隙間を覗くとデータの海で泳いでるやつが見えるようになってる。普段相手にしてるやつらと姿が違うってのもあるし、封鎖装置を設置するときに操作ミスで落っこちたらどうしようってすごく不安になるんだ。わかります。あなたは危険な仕事をしてますから。でもプロメテウスさんが配ってくれた発信機がありますよね。万が一海に落ちちゃったとしてもすぐに駆けつけて助けますよ。私は全てのバルキリーの中で最も海に詳しい人間のうちの一人なんです。
信じてください。ああ、わかった。アジタ博士、こっちの方が近いんです。その前に少し時間をもらってもいいかしら。さっきの会議であなたたちは火星の量子コンピューターの暴走の深刻さを口にしてたのに、切羽詰まった様子を見せなかったわ。私に話を持ってきた時も無駄にプレッシャーを与えるような言い方をしなかった。はい、あの会議はアジタ博士のためというより、9割はコラリーとヘリアのためにあったんです。へえ。実はあなたたち3人と会う前に、アインシュタイン博士と私たちだけで話を済ませてました。みんな揃ったし、手短に話そう。僕とテスラの推測が間違っていなければ、最悪の場合、いずれ時空の隙間からやってきたデータの海が月面を完全に覆い尽くしてしまうだろう。当然現時点ではそれが地球に影響を与えることはないし、僕たちの神なら対処できると信じている。しかし彼女が眠っている間は極力不安要素を減らしたいというのが天命の意向で、同時に僕たちの責務でもある。それにアジタ博士は僕たちの大事な協力者だ。余計なプレッシャーを与えるべきではない。くれぐれも脅しに見えないように気をつけてくれ。火星の危機を完全に解決するためにも、今後のアジタ博士が何事もなく順調に道を進めるよう心から願っているよ。僕が算出したデッドラインが来る前に全てが片付くなら、それに越したことはないからね。だが何事にも例外はある。万が一事態が本当に取り返しのつかないような状況に陥ってしまった場合、テレサ司教は確実に地球を巻き込まずに済む計画を実行に移してくれ。最も楽観的に見積もれば、失うのはハイペリオン11号だけという可能性もある。遥か彼方の星系に飛ばされた末に、より強大な文明が現れて暴走した火星という車のブレーキを踏んでくれるかもしれないからね。ただ一人の学者としては心底残念に思うよ。みんなを導く先輩としてもね。コラリーとヘリアは最初に夢追い人システムに関わったバルキリーですから、この冒険で出会った人たちを誰よりも大切に思ってるはずです。そんな彼女たちに私たちから世界と友達のどちらかしか選べないなんて難問をむやみに押し付けたくはありません。そういう問題に頭を悩ませるのは大人だけでいいんです。それはまた素敵な先輩と後輩の関係ね。すごく気になっちゃうわ。そういうアジタ博士とビタさんの関係もかなり気になりますけどね。なんだかお二人って似てる部分はとことん似てるけど、似てない部分は根本的に違うというか、ビタさんに対する私の解釈的にもその根っこの違いから考えても、アジタ博士になら本当の状況を説明しても大丈夫だって思ったんです。さっきのアジタ博士の比率が1割だけだったのも、期待を裏切らないって点であなたが信用に足る人だからですよ。その点だけだとあの2人はまだ子供ですから、やっぱり心配になるんです。もしあなたが私の中ではもうアジタ博士は頼れる友達になってますって言ってくれてたら、私もっと喜んだと思うわよ。私の中ではもうアジタ博士は頼れる友達になってます。
ここに来るまであなたの腕前は存分に見せてもらったわ。以前親友に勝ったことがあるって聞いたけど、納得できる話ね。彼女があなたを称賛する気持ちも分かった。まああなたたちが戦った理由については教えてもらえなかったけど。そうですね。アジタ博士は命についてどう考えてますか？学術的な定義について聞いてるなら、いろんな視点でいくつかの異なる解釈を話せるわね。地球の命、世界の泡の命、自然の命、エネルギーを搾取するために生まれた命。私に言わせればそのどれもが同じ命なんです。当時ビタさんの命の定義はすごく限定的でした。まあ今となってはそれが彼女の真意だったのか、社の権能を騙し取るためについた嘘だったのか、私には判断できませんが、でも私たちがぶつからざるを得なかった根本的な原因は間違いなくそこにあったんだと思います。なるほど。理由としてはかなり合理的ね。親友もきっと負けるべくして負けたんでしょう。合理的かどうかは関係ありません。私たちはただ各々が正しいと思う道を進んだだけ。それにもしもう一度やり直したとしても、私はまた同じ選択をするはずです。アジタ博士、私が護衛できるのはここまでです。あなたがシステムに入った後は外部からハイペリオン11号を守ります。その保証は永遠に続くのかしら。できる限りは。実現可能な契約よりいい契約はないのよ。今のは永遠なんかよりずっと嬉しい約束だったわ。これで安心してあなたに背中を任せられる。博士もシステムの中では十分に気をつけてください。自分から提案しておいて途中で投げ出したりしないわ。これはセクター間のつながりが全部消えたっていうの。この仕事を長くやってると想定外のバグも想定しなくちゃいけないみたいね。これじゃ仮に私がシステム内部から地球人のアクセス権限を復旧するなり別のアクセスポイントを作るなりしたとしても、彼女たちが最初のセクターに再びたどり着ける道を見つけるのは不可能に近いわね。誰かがここに光を与えてくれない限り手のつけようが。夢追い人？それともセナディア？どちらにしても他のことに気を配れるほどの余裕があるとは思えないけど。私が介入することでアクセス権限を復旧できるポイントはもともと多くない。それに彼女たちを最初のセクターに戻して夢追い人を助けなきゃならないなら、もうあそこしかないわよね。現実と夢の狭間。前回名前を聞いたのは前回だったはずなんて。ずっと存在だけは知ってたけど、融通の利かない雇い主のせいで一度も行ったことがなかったわね。まあその親愛なる雇い主がセクターのつながりを断ってなければそこに行かずに済んだけど、これは状況に迫られてるだけ。そう、仕方ないのよ。
幸運の可能性の一つね。少なくとも数万年もの間平穏に演算されてる。このセクターから着手すれば案外パパッと終わらせられるかもしれない。入った途端何かに飲み込まれなければの話だけど、何せ平和なセクターであればあるほど英才に対抗する力なんてないに等しいもの。あら、覚えがあるわ。確かテレサが初めて入った場所に似ててエンタメが多いセクターよね。ここを通れば少しは楽しくなるんじゃないかしら。目的に集中できるかどうかは別だけど。老朽7術。クリア済みのセクターが再び侵食されてるみたいね。原理は不明、方法も不明、そして対策も不明。夢追い人が頻繁に干渉した結果かもしれないけど、その理屈で破壊対象を選ぶとしたら、ハイリスクだからこそハイリターンがあるものよ。ここの異変が一番深刻だからこそ、今の局面を打破する突破口を見つけられる可能性が一番高い。私が無事狭間にたどり着き修復作業を始めるときに、
この資料がきっと役に立ってくれるわ。一人の学者としての私の欲求を満たすためということにしておくわね。まず具体的にどこで侵食が起きてるか確認しましょう。あなた元気？問題なさそうね。あなたもアジタ博士を必要としない元気な人ね。ちょっと元気すぎるわね。回収担当者ね。失業とともに時間が止まるなんて幸運と言っていいのかしら。まあ破滅の分岐へと向かった無数のセクターと比べたら間違いなく幸運ね。はあ、私っていつも誤解されちゃうのよね。そういう視点から見れば私たちはこの上ないほど平等ね。あれは七術ね。なるほど。これでこの分流が一番暗かった理由が分かったわ。七術に関するデータの一部が完全に破損してる。このセクターの最強格といえる彼らの存続は確かに分流全体の明度に影響をもたらす。セクターの破損自体は特別珍しいことでもないけど、特定の対象だけを狙うとなると、珍しいって言葉が安く聞こえるくらい珍しい出来事が溢れ返ってる世の中だもの。それが増えたところでどうってことないわ。ここでは過去のデータを直接呼び出せないみたい。それも当然ね。外にいた時に相当数のロックを見てきたんだから。どうしたのコレクターさん。口に合わないのなら他のお茶を用意させるわ。屋敷の蓄えは魔法の壺にはかなわないけど、それでもお茶会で旧貴族たちの要望に応えるには十分なのよ。あなたの舌があの年寄りたちより厳しいなんてことはないでしょ。私の知る限りあなたはコレクションの質より数の方に関心があるはずだもの。もちろん数が多いに越したことはないわね。
でも最低限コレクションと呼べるものじゃないと話にならないわ。なるほど。独自の評価基準を持っているのね。私、センスのある人を敬うようにしているけれど、目が肥えている人はもっと一目置くようにしているの。どうやら私の目的はもうご存知のようね、セルマさん。半分だけってところかしら。何かを収集する趣味はないけれど、少なくともこのロビーに飾ってあるものはどれも私にとって価値のある代物よ。この私が目をかけているんだもの。俗物に過ぎないわけないでしょ。コレクターさんを引きつけたのがそのうちのどれでも不思議じゃないわ。ずいぶんストレートなのね。普通こんな状況なら持ち主は分かってるふりをするものよ。そして少しでも多くの見返りを手にするためにその品物を飾る派手なデタラメ話をペラペラ語るの。この私がそんな連中と同じだと？まさか真逆の対応に思わず好奇心をかきたてられただけよ。ヌートリスク家当主の大胆な手腕は有名でしょ。まさか自ら商品の価値を下げようとするだなんて思わなかったの。あなたも噂通りにストレートなのね、アジタさん。その噂とやらを聞く前に一つ間違いを訂正させてもらうわ。商品の価値を下げたつもりはないわよ、コレクターさん。最初から決めていたの。あなたが気に入ったものなら何でもお渡ししようってね。それこそ値下げの極致でしょ。でも確かに数あるあなたの噂の中には貴族らしく気前がいいっていう話もよくあったわ。まさに百聞は一見にしかずね。本当にそう思っているの？人に多くのものを与えてきたのは事実よ。報酬、恩恵、潤い。捉え方は人それぞれだけれど、私は気にしないわ。でも商人であるあなたなら誰より理解してるのではなくて、無償の契約が何を意味するのかを。ええ、もちろんそういうことなら納得がいくわ。やはり私の目に狂いはなかったようね、アジタさん。あなたは私の宴の常連客にふさわしい。この世を支配する手段に施しより重たいものはないもの。でも今はまだその時じゃない。あなたほど博識なら私の友人として不足はないでしょう。悪くない取引だと思うのだけど、どうかしら。結局自ら値下げしてるじゃない。効果は上々ね。来たのが私でよかったわね。どんなに深刻な破損であれ、所詮はただのデータロストに過ぎないもの。システムの過去データは呼び出せないけど、欠けてるのが全て7術に関するデータだなんて不幸中の幸いね。
これで少なくとも数時間は安定するはずよ。それだけでも修復する価値は十分あったわね。7術をとどめておけばこの分流が崩れる確率も下がる。私が現実と夢の狭間につくまで持ちこたえてもらわなきゃ。あれは私の思い出とは呼べないわ。それでもシステムが雇い主に作られる前から存在していた数少ない記憶だし、貴重ってことは確かね。そんな思い出をこの私がためらいもせずに渡すなんて。どうやら支配という課題に関してはあなたと話が合いそうね。でもセラペウムはどうしたのかしら。あの時彼女はセルマと一緒にいたはずよね。セクターが停滞した今、完全に侵食されてしまったのかしら。それとも、まあいいわ。いないからといってわざわざ探す必要もないし、ここでの人探しは時間を無駄にするだけ。一刻も早く地球人からの依頼を片付けた方が彼女のメリットになるはずよ。あかりはまたドニグルを追ってるの？無駄なのに本当に飽きないのね。これはさすがに影の源に近いからなんて理由じゃ説明できないわね。持病の再発っていうところかしら。彼女のいつものやり方から考えてコアデータが他人より少し脆いのも納得いくわ。結局最後の最後でまた私に大きな借金をしちゃったのね。あら、サフライじゃない。また戻ってきてくれたのね。嬉しいわ。嬉しい？何が？私が手ぶらで戻ってきたこと？それともこの新しい傷？ドアから入ってきてくれたことよ。これで少なくとも窓の修理代を請求しなくて済むもの。さあ座って。今回の器具の使い心地はどうだった？使いやすかったよ。真っ二つに割れるまでは。ごめん。謝らないで。そんなの貸す前から想定済みよ。ただ保険をかけられないのが残念ね。もし保険をかけられたら今回あなたに請求する賠償金も少しは安くしてあげられたのに。どうして締め出さないの？え？だからどうして未だに私に貸してくれるのかって聞いてる。一応自分がいい客じゃないってことは分かってるから。逆にあなたほど安定してるお客さんのことをいい客って言うのよ。私は安定してツケを増やすだけの客じゃないか。普通ならブラックリスト入りだ。そんなことするわけないでしょ。それじゃあ本当に永遠にツケを回収できなくなっちゃうわ。確かに。でもあんたはすでに1100年以上の分割払いが決まってる。たまりにたまったツケを回収する自信があるの？商売に 100% の自信がある商人なんていないわ。優秀な商人はね、賭けに出る必要があるの。うちのサフライが明かりで大出世してくれるっていう賭けにね。その時にちゃんと元本と利息を回収させてもらうわ。随分期待されてるんだね。感謝しておく。あら、その割にはあんまり乗り気じゃないみたいだけど。あんたがその大博打に大して自信を持ってないことくらいさすがに私でもわかる。ちゃんと理解してるんだ。
あんたは商人だけど学者でもある。賭けに出る必要があるのは学者も同じだ。自分が認めた研究がどこまでたどり着けるかっていう賭けにね。相変わらずストレートに言うわね、サフライ。何か間違ってた？あんたにはいろいろと世話になってるから、その研究の助けになれるならいつでも手を貸すつもりでいる。ただ少し気になるんだ。あんたが研究してるのは器具、明かり、それともその推測当たりよ。でもその結果こそが証明してくれるのよ。アジタ博士がデータ生命体の修復に使った記憶が真実で純粋で信頼できるってことをね。アジタにはいろんな肩書きがあるの。彼女は商人であり学者でもあるけれど、その前に一人のコレクターなのよ。知り合った頃から彼女はあなたの成長を心から願ってたわ。研究対象としてじゃなくて、彼女の目に映る大切にすべき宝物としてね。最悪の答えを最も頑固な人に預けることを選んだのは、その成長が歳月によって研ぎ澄まされて、より芳醇な味を出してくれるようにと望んだからよ。私がその選択の素晴らしさに気づいたのもほんの数分前だけどね。どうしてデータ生命体に似た自己認識を持ちながら世の喜怒哀楽に対して動じず観測者でいられるのか。この問題についてずっと前から考えてたの。生まれつきの薄情者なのかもって残念に思ったりもしたわ。でも実際それよりもっと前からすでに自分の嘘を見破っちゃってたのよね。だってこのアジタ博士もまた本体と同じように天才なんだから。私とセクターの人たちとの唯一の違いは、それぞれが壁の両側にいること。それだけよ。私が今やってるのってまさにそういうことじゃないかしら。ここが小弱が生き返った場所ね。まあ今の状況を見るにすぐにまた死に帰ることになっちゃいそうだけど、でもどうしてあの石板に。いえ、今はやめときましょう。後の人たちに直してもらうしかないバグもあるものよね。そんなことよりまずは手元の仕事から片付けなくちゃ。これはまた馴染みの顔ね。今思えば七術を作った白球と比べるとアジタの方がまだ他の人との接点が多かったような気がするわ。彼女がもし無数の糸なら、白球はそれらの糸を無理やり一本の縄へとひねり上げる腕力ってところかしら。結果から見れば腕力の方が使い勝手が良かったみたい。でもみんなそれぞれの役割を果たせたって言えるわね。もっとわかりやすく言えば、ずっとコソコソして怪しさが半端なかったわね。すまない、アジタさん。
今何か言ったかな？気にしないで。どこかの病人に皮肉を言っただけだから。その人ったらちょっと木の下でかがんだだけで悪巧みをしてるんじゃないかって疑われちゃうのよ。本人はただ咳き込んでいるだけなのにね。もしそうならその病人も反省すべきだ。病は疑われるような行動をとってもいい理由にはならない。その点については長く病を患っている私が一番よくわかっているよ。ただ病を患っているというだけで挙動不審になるわけがない。きっとその彼は実際に後ろめたさを感じているんだろう。心に常に抱えてるやましさも一種の病巣よね。君の言う通りだ。それでもすでに病巣を抱えている以上、多少の不便は甘んじて受け入れるしかない。まあいいわ。本人が病人なら病人仲間も集めやすいでしょうし。それで今日私を呼び出したのはあなたの壮大な計画のため？またどこかの神仏を引き入れようと思ってるの？神仏でも病人でもない。強いて言うなら半々といったところだろうか。ってことは新人とか？構わないわ。神でも人でも知っておいて損はないもの。私のコレクションルームがあなたのお弟子さんの手で空になる前にさっさと腰を据えて本題に入りましょう。確かに。小雀、そろそろいいだろうか。師匠たち、うちがいるの気づいてた？おもてなしもせずに放っておいたのは私の不手際ね。でも正面から入ってこなかったあなたにも落ち度はあるから、ここはお互い不問にしましょう。そんなの言いがかりだよ。倉庫には正面も裏口もないじゃないか。うちは師匠の後ろから潜り堂々と入ってきたんだ。ほら、うちってあんまり存在感がないだろ。今の今まで気づかれなかったってのも仕方がないんじゃないか。お恥ずかしいところを見せてしまったね、アジタさん。もし彼女が何かを壊してしまっていたら私につけておいてほしい。私と取引したいならもっと本心を見せてくれない？その白々しい態度がなかったらコレクションルームの壁にできた3つの秘密通路がお弟子さんの個人的な副業によるものかどうか確信が持てなかったわ。3つ。よかった。残りの1つはバレずに済んだみたいだ。これでいつか本当に窮地に陥った時に残った穴を頼りにして器物の貸し出し代行業をまた始められる。ここの器具はどれも高価なものばかりなのに、お宅の泥棒スズメさんはなぜか毎回律儀に借りたものを返してくれるの。弟子の尻拭いをする余裕があるなら二度と繰り返さないようにしつけてくれない？姉さんは優しいね。本当にごめんなさい。謝るから師匠にうちの手足を潰さないように言って。どうしても気が済まないって言うならここで雑用でも何でもするよ。いつから？明日。いや、今すぐでも構わないよ。うちの仕事道具は全部あんたのところの4つ目の穴に預けてあるから。アジタさんの言う通りだ。私は自分の病の薬を求めるあまり少し焦っていたようだね。彼女が所蔵品の貸し出しを渋る人ではないと知っていれば、回りくどい小細工で機械を作らなくてもよかったんだが。うちに機械を作る？そ
それってつまりうちは全部師匠のお膳立て通りに動いてたってこと？だからあの壁、手を加えるのにうってつけだったんだね。使わずにはいられない妙なへこみがあって、師匠ってばうちのために下見してたんだ。ならもっと早く教えてくれたらよかったのに。そうすれば白家の稼ぎ口が増えてたかもしれないんだよ。そんなことはどうだっていい。うちは一体いつどうやってあんたたち二人の小競り合いに巻き込まれたんだ？だから最初に言ったじゃない。怪しさが半端なかったって。予想以上に消耗してたみたいね。7術を集めた当初、あなたは私たちに共通点があるって言ってたわよね。当時は気にしてなかったけど、今日やっと実感できたわ。みんな体に穴を開けられちゃったんだもの。確かに共通してる。でもこんな共通点ない方がいいわよね。せっかくこのセクターで蘇ったのに、このまま壊されちゃうなんてもったいないって思わない？ここで輪廻を繰り返すあなたたちと比べたら、同じ7術の一人であるアジタは確かにあんまり貢献できてなかったわね。結局もともと彼女が目指してる場所はあなたたちとは違ってたのよ。私だってそう。壁が壊されたのをいいことに自分の体験欲を満たしてるだけ。ああ、そうだったわ。それが器具の本来の意味よね。厚く積もりし器をなし、物皆それと共にうずく。私が終点にたどり着くための助けになってもらうんだから、あなたたちもしっかり持ちこたえてね。存分に使わせてもらうわ。最後の最後まで。どうやら現実と夢の狭間へと続く分流がようやく安定したみたいね。あとは流れに逆らって進めば旅の終点にたどり着ける。そうね。ただもっと曖昧な姿になるかと思ってたけど、まだ器具の形を保ててる。
なら案外予想よりもマシな状況なのかもしれないわ。こんなに痩せたら狭間に潜り込む方が簡単そうね。やっと着いたわ。意外と普通ね。でも今は星空を見上げてる場合じゃない。まずは地球人のお使いを終わらせてあげなきゃ。やっぱりダメみたい。セクター内で予想以上に消耗してしまったせいかしら。まあ予想以上になるってことはセルマを修復した時点で予想してたけど。操作画面にアクセスするにしても処理能力が必要だし、システムの修復だって同じ。以前の私だったらその程度の操作は痛くも痒くもないけど、今は姿を維持するだけで精一杯。これ以上消耗したら、ええ、下手したら死んじゃいそうね。この結果を予想してなかったのかって？まさか私がそんなヘマをするわけないでしょ。私はちゃんと正確に計算して7術のデータの全修復と地球人から依頼されたお使いに十分足りる処理能力を持ち込んだのよ。でもそうね、自分の活動量を計算に入れてなかったのかもしれないわ。なんだか頭の中から私を嘲笑う声が聞こえるわ。それはともかくとして、自分の事情を優先して仕事をこなせないなんて事態は避けたいわね。せめてやれるだけやってみないと。最悪のことがあったとしても死ぬだけで済むわ。ええ、想定の範囲よ。ただ落星で一番優秀な仕事人を名乗るアジタ博士としては、失敗のリスクはできる限り減らしておかないと。つまり親友の羽の出番ね。はあ、最近親友の行方を探るために私は毎日勤務時間を8分の3も延長してるのよ。あくまで現時点での結論だけど、あの羽はビタが残したある権能のバックドアね。鍵あるいはパスワードのようなもので、特定の状況下で彼女と深く結びついた何らかの力を呼び起こせるの。ただその力の正体はまだ不明。それを一刻も早く解明するためにも、このアジタ勤務時間をさらに8分の1延長するつもりよ。友人を偲ぶ気持ちを込めてね。どうせ失敗するなら親友と一緒の方がいいでしょ。あなたならきっと怒ったりしないわよね。だって羽なら弾に押しつぶされずに済むし、弾が羽に吹き飛ばされることもないもの。あそこにしようかしら。大物が釣れるといいわね。
これはレイラはここにも保護システムを。まあそれもそうよね。まあそれもそうよね。遺言にしてはシンプルだね。さすがに見るに耐えないよ親友。これでよし。美の久々の見せ場だっていうのに敵が魚数匹だけだなんて興ざめだと思わない？それなら大丈夫よ。あなたのために大物を用意しておいたから、きっと満足してもらえるわ親友。なるほど、ずいぶんと用意周到なんだね。次からはその能力をもっと自分のために生かすことをおすすめするよ。もし僕の登場がほんの少しでも遅れていたら、偉大なるアジタ博士が魚の餌食になっていたんだよ。それとも自分の計算にそこまで自信があったのかい？私が信じてたのは自分じゃなくてあなたよ親友。私が飛ばした羽は必ず魚を食べる鳥をおびき寄せると思ってたの。そして稲妻のように帰還して私を窮地から救い出してくれるのよ。やっぱり夢追い人に偽物の羽を渡しておけばよかった。あなたはそんなことしないわ。レイラの支配から抜け出すには彼女の助けが必要だもの。それに彼女ならその期待に応えてくれるってあなたも知ってるでしょ。もちろんさ。夢追い人なら正しい選択をすると思っていたよ。だから彼女は私に羽を渡してくれたの。さっきの旅でもかなり貢献したわよ。はいはい。可愛いレイラに目をつぶされなくてよかったよ。そのおかげでアジタ博士の献身的な姿をしっかり見届けられたんだから。特に君の体がどんどん欠損していく過程は気に入ったよ。それについて親友として何か感想でも？僕に言わせてもらえれば、今の君の姿は本物よりも器具の術の名にふさわしいと思うよ。自分自身すら器具に変えたことを指してるなら確かにそうね。君風に言うなら、親友、そんなに警戒しないで。僕は心の底から真心を込めて君を褒めたたえているんだ。あら、ありがたいお言葉ね親友。はあ、信じてくれないの？もちろんあなたの好意は喜んで受け取ったわ。好意？僕はただ動物を平気で見捨てて自分だけ好き勝手しているやつの方がより嫌いなだけさ。いろいろ褒めてくれてありがとう。このタイミングで言うのは申し訳ないんだけど、私全開しちゃうかもしれないわ。へえ。今までデータ生命体っていう存在の仕方に対して何とも思ってなかったの。でも今はその便利さに感心せざるを得ないわ。何しろシステムが残ってる限りはいくらでも復活できちゃうんだもの。どうやら誰かさんは最初からストライキのリスクを考慮していたみたいだね。ええ、おかげでまたすぐに職場復帰する羽目になりそうよ。とは言っても帰って体を補ってからだけど、物理的に。どこで補うつもり？私の家よ。君にも家があったんだ。みんなあるんじゃないかしら。ごめんなさい親友。今の失言じゃないといいんだけど。まだ何も言っていないのに随分と動揺しているみたいだね。僕を調査した時に一体どこまで調べたの？あなたのスペースハッカーとしての腕前は本当に見事だったわ。いくら調べても家族や友人、故郷に関する情報は何一つ見つからなかった。まるで最初から存在しなかったみたいにね。それは申し訳ないな。何せ今の僕はもう君のシステムを熟知しているんだ。君の言う家がどのセクターにあるのか推測できてしまうほどにね。
その推測は十中八九外れよ。私の家は一般的な意味での住処じゃないもの。そうだね。もしそれが乱雑に積まれたデータのログと長々としたリクエストリストが散らばっている真っ白で小さな空間じゃない限り、確かに外れかもしれない。ビタさん、私のことをそこまで理解してくれてるとは思ってなかったわ。もう親友っていう単語じゃ私の評価を十分に表せないかもしれない。これからは姉妹と呼んでもいいかしら。遠慮しておくよ。これ以上はいらない。あら、どうして？疲れるからさ、いろんな意味でね。それに、もし君の母親が本当に僕と同じだったら、さすがにかわいそうだ。あなた、私の家を言い当てた時も気の毒って顔をしてた気がするけど、気のせいかしら。気のせいじゃないよ。私のことなら心配いらないわ、親友。もうあの家には十分な快適さと自由を見出してるの。それに早くその自由を味わわないと本当に縮んで小さな玉になっちゃうでしょ。私の行動を一部始終見てたのなら、天命の計画についても把握してるのよね。地球人の手伝いをしてレイラが仕掛けた夢追い人システムのロックを解除するんだろ。偶然にもここには実力もやる気も十分で、脱獄したばかりで暇を持て余した美がいるんだ。それに借りを返したいのは僕も同じさ。無事を祈るわ、親友。親友の仕事の腕は信頼してるけど、その効率を上げられる手段があるなら使わない手はないわよね。共有が早ければ早いほど役に立つ情報もあるし。例えばこの絵について見覚えはないかしら。これはまたとんでもない情報を出されたね。前回セクターに入ったのは確かどうでもいいか。懲りないお嬢さんが今度はどんな厄介事を作ったのか確かめてみよう。